毎日お仕事お疲れ様でございます。ゆうちーチャンネルのゆうと申します。このチャンネルはですね、レクサス NX を中心としたカーライフ関連のラジオ動画をどこよりもゆるーく配信しております。よかったらですね、チャンネル登録よろしくお願いします。今回はですね、NX のスウェード化計画の続編となっております。前回の動画が気になる方はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら見てくださいね。前回は Windows スイッチパネル部をスウェード化してみたんですが、今回はですね、ようやくドリンクホルダー周りをスウェード化していこうと思います。こちらもですね、そこまで難しくありませんので、NX オーナーさんで興味のある方は一度やってみてはいかがでしょうか。傷の防止にもなりますし、質感も良くなったかなと思います。今回使用したスウェードもですね、前回同様となります。オートマックス泉さんのアルカンターラ調スウェードシートを購入してやってみました。1枚ですね、2000円前後で購入できますので、コスパ良きだと思います。それではですね、早速完成した様子を見ていただこうかなと思います。どうでしょうか。素人のですね、DIY にしては、それなりにいい仕上がりになったんじゃないですかね。個人的にはですね、ピアノブラックの部分は結構好みですので、そこは残しながら、それ以外の部分を黒のスウェードで張り替えてみました。内装の方がですね、バージョン L ということでヘーゼル色ですので、ブラウン系にしようかなとね、初めはちょっと迷ったんですけど、できるだけね、純正っぽく、そこまでね、目立たない、DIY した感じがね、明らかにやりましたみたいな、そういう感じにならない仕上げにしたかったので、結局ですね、無難な黒に落ち着いたというところですね。トータルの作業時間はですね、約1時間半前後かかりました。車内の雰囲気もね、変わって個人的には満足してます。それではですね、簡単ではあるんですけど、作業時の写真も何枚か撮ってきましたので、参考までにそちらを見ながら説明したいと思います。まずはですね、前回同様です。助手席側のグローブボックス横の樹脂パネルを外していきます。ピンの方はですね、こんな感じでついてました。ほんと内張り剥がしでね、少しずつパキ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 と外していくと浮き上がってきますので、ある程度浮き上がってからは手でもいけます。で、その後なんですが、ドライブシフト周りのピアノブラックのパネルを外していきます。これはですね、手でも簡単に外れるんですが、ピンがね、硬い場所もやっぱりありますので、勢いよくやるとね、ドライブシフトのコントローラーをピアノブラックのパネルで傷つけちゃう可能性がありますので、この辺りもね、慎重にやった方がいいかなと思います。それでですね、ドライブシフト側から内張り剥がしを差し込んで、少しずつ浮かして外したっていう形ですね。その後、シフトを外していきます。これはね、半時計回りにぐる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 回すと簡単に外れますので、それからですね、シフト周りのピアノブラックのパネルを内張り剥がしを使ってですね、シフトの上あたり、シフトブーツの下あたりのところからパキ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 と内張り剥がしを使って少しずつ浮かせて外していく形ですね。運転席側が浮いてしまえば、あとは手でも外せますので、最初だけ慎重にやるって感じですかね。裏側はこんな感じになってます。本当にね、1箇所外れると、あとは簡単にパキパキと外れていきますし、手でもいけますね。それでですね、この時にカプラーを抜かない方がいいかなと思います。抜いてしまうとですね、再度カプラーをはめ込んだ時にエンジンをかけると、パーキングブレーキ以上の EPB 故障と液晶に警告灯がついちゃいましたので、カプラーはね、抜かずに、ピアノブラックを張り替えるのであれば抜かないとしょうがないかなと思うんですけど、ドリンクホルダー周りだったらね、別にパネル外すだけでカプラー抜かなくてもいけますので、抜かない方がいいかなと思います。そしてですね、ドライブセレクターの左側にあるちっちゃいパネルですね、置くだけ充電の右側のパネルですね、そちらを手前に引き抜くようにして外していきます。で、その後ですね、再度助手席側の右側ニーパッドを外していきます。こちらもですね、手でパキ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 と先端の方から外していくと自然と外れていきますので簡単だと思います。これでですね、ようやくドリンクホルダーの部分が外せるようになりました。
あとはですね、ホルダー部分も、手でパキパキ外してあげるだけで上に外れますので、外すとですね、裏側にネジ4本でホルダーが止まってます。あと爪でも止まってますね。で、それをネジ4本外して爪を2箇所外せば、パネルだけ外すことができます。カップホルダーイルミのカプラーも2個ついてますが、こちらはね、外さなくても分解できますので、そのままでいいかなと思います。あとはですね、張り替え作業した後に逆の手順で戻していくだけとなります。今回ですね、ちょっと作業しながらの撮影でしたので、写真だけとなってしまって分かりづらくて申し訳ないかなと思うんですが、作業自体はですね、そこまで難しくないかなと思います。ただですね、外す際はくれぐれも自己責任でお願いいたします。ということでですね、今回は NX スエード化計画続編をお伝えさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がきっかけでですね、少しでもレクサスに興味を持っていただけたなら僕としては嬉しい限りです。今後はですね、車内のアンビエントライト増設計画なんかも検討してますので、よかったらですね、チャンネル登録、グッドボタンで応援してくださいね。それでは今回はこの辺で失礼させていただきます。ではでは、さようなら。